眼科医の平松です。今日は毎日目をかいちゃうとこんなことになっちゃうよってことについてお話ししようと思います。ついつい朝起きた時目をかいたりとか、痒くて目かいたりってしてません？ちょっとぐらいいいじゃないの、みんなかく。そう思うかもしれないけど、毎日目をかいてしまうと、日々負担が溜まって、こんな怖いことが起きてしまうことがあるので、最後まで聞いていただいて、じゃあどうすればいいのか、でどういう注意点があるのかっていうのを知っていただければと思います。結論を先に言ってしまうと、毎日目をかくことで起きることとしては、白内障、網膜剥離っていうのが有名なものとしてあります。それ以外には、いわゆる円錐角膜といって、黒目が歪んでしまったりとか、はたまたですね、緑内障、圧に関するものっていうのも多少関連するんじゃないかとも言われているものなんです。なので、基本的には描かない方がいいですよと。さらには、まぶたが荒れたり感染症が起きたりとか、そういうのがあります。特に有名なんだと、流行り目って言って、人にうつしちゃう結膜炎にもなりやすいっていうのがあります。もう一回言いますと、白内障ね。網膜剥離。ここら辺が有名。あとは円錐角膜。黒目が歪んじゃうとか。そういうのがありますと。あとは感染症もありますと。いうことをちょっと詳しくお話しして、じゃあどうすれば予防できるのか、どういう注意点があるのかっていうことについてお話ししようと思います。実際、アトピーってあるじゃないですか。アトピーはとりわけ、顔だけじゃなくて体中がやっぱ痒くなってしまうお病気です。アトピーがある人は若くても10代、20代とかでも白内障という病気になっちゃいます。白内障というのは目の玉の中のレンズが白くなっちゃって、手術受けなきゃいけないとか、そういう風になっちゃうお病気です。なので、やっぱり避けたいですよね。普通白内障って言ったらおじいさんおばあさん、70代とか80代で手術受けるんでしょと思うかもしれないけど、目をかくだけでなってしまうんです。もちろん人に殴られるとか、それも同じ感じですよ。プロボクサーとかそういう方もそうですよね。また、網膜剥離にもなってしまいます。アトピーの人がどのぐらい白内障、網膜剥離になるかっていうと、白内障になる確率が12から14% って言われてます。1割ぐらいの人はもう白内障になっちゃうんですよ。若いのに。これって怖いですよね。さらに、網膜剥離。よくプロボクサー、はじめの一歩とかいろんな出てくるよね。ああいうので出てくる網膜剥離は 8% の人がアトピーの人はなっちゃうわけです。目をかくというだけで 10% が白内障になり、8% が網膜剥離になるって結構怖いことですよね。いやでも私目かいてないしって結構患者さん言うんですけど、んなことはないです。朝起きた時、ついつい目をかいてる人が非常に多いです。ので、ちょっと注意していただけるといいかなっていうふうに思います。では、それ以外にあること、何があるか。それ以外は円錐角膜。目をこするとですね、黒目が歪んできちゃうんですよ。それによって乱視がひどくなって見づらくなっちゃうっていうことも起きます。また、手にちょっとした菌がついてることがあるんです。菌というかウイルスが多いんですよね。例えばあなたがドアノブを触った。例えばあなたがコンビニにあるポテトチップの袋を触った。ここにたまたまウイルスがついていることがあるんです。それはアデノウイルスって言って流行り目のウイルスなんです。このウイルス結構強くてですね、例えばドアノブに触っといて2週間ぐらいそのドアノブにずっと生きてるんですよ。だからさっき誰かが触っただけじゃなくて1週間前、2週間前に誰かがその結膜炎、目にばい菌があって目触ってそれ触る。あなたが触って目かくとそれだけであなたに移るんですよ。ってことは、あなたから次の人に移っていっちゃうわけですよ。実際これはかなり感染力を持っていて、学級閉鎖を起こすことも学校とかではあります。ちなみに私が昔勤めていた病院では、この感染症によって病棟閉鎖、病棟自体が閉鎖したというような過去もあるんですね。そのぐらい感染力が強いものです。で、これは感染すると目やにが出て、それでもって、もう痒くなったりとか、もう辛くなっちゃう。痛くもなっちゃいます。ひどいと視力低下も残してしまう病気なので、触った後は必ず手を洗うと。でもちろん目を触らないっていうことを気をつけていただけるといいかなっていうふうに思います。じゃあ、どういうふうにすればいいんでしょうか。一つは、寝起きに目を触る習慣がある人がかなり多いです。これ意識しないと、明日起きた時気をつけてみてください。意外と触ってます。ので、朝起きた時、
書くんじゃなくてむしろ目薬をするとかの方が効果的です。寝てる時っていうのは人間は目が乾燥しやすいんですね。目つぶってるからいいじゃないのって思うかもしれないけど、そうじゃないんです。目つぶってる時って瞬きをしない。瞬きをしないので乾燥してしまうので、寝起きに目薬をしていただくと目にとっていい。そして目をかきにくいっていう風に考えていただけるといいかなと思います。また、普段ついつい痒くて目をかいちゃう人の場合、一つの解決策はメガネをすることです。コンタクトレンズとかだとむしろ花粉がくっついたりして余計痒くなったりすることがあります。メガネですと花粉やホコリをガードしてくれる。かこうと思ってもメガネがあるからかけないので結構いいんですよ。伊達メガネでもいいしサングラスでもいいです。いや、メガネするのはなって人の場合は、痒みが出てるんだったら早めに痒み止めの目薬をするといいです。市販の目薬でも花粉症や痒み止めのお薬はあります。普通に売ってる痒み止めのお薬は正直大して効きません。OTC 薬品とかって言って2類薬品とかって言うんですけども、薬局の、いわゆる薬剤師さんの指導の下で出る目薬の方がまだ効きます。さらには処方薬、眼科に行って目薬持った方がより効きますんで、痒みが出てる人は目薬をしっかりさしてもらった方がいいです。ちなみに、例えば花粉の季節痒いとかだったら、前々からさしといた方がいいし、今日は落ち着いてるからやめとこうってやって、翌日も花粉ひどいとかありますので、落ち着いてても、そういう時期は定期的に、目薬した方がいいです。また、お家が埃っぽかったりとかすると、それによって痒みもひどくなるので、お家の掃除をこまめにしたり、花粉症の場合は、外から着てきたものを十分花粉を落として、外に着てたものはできれば早めに着替えたり、顔を洗ったり、頭洗ったり、さっさとしていただくと、体についてる花粉がなくなるので、痒みが落ち着きやすい。っていう風になっているので、やってください。目を洗うのはどうなのっていうのがあるんですけど、花粉のひどい時期だけだったらいいんですけど、ずーっと毎日やり続けるのはあんまりお勧めしません。なぜかというと、涙というのは単なる水ではなくて、目を守るムチンとか、いろんな成分が含まれてるんです。それを同時に洗い流してしまいますと、せっかく目を守ってくれるものがなくなっちゃうので、傷ついたり、逆に痒みがひどくなってしまうので、目を洗うのはひどい時期だけという風にしていただけるといいかなっていう風に思います。ということで、痒くてかいてしまうと、それによって白内障、網膜剥離、円錐角膜、感染症になりやすいっていうようなお話をしました。そして、場合によってはですね、処方薬でステロイドっていう目薬が出ることはたまにあるんですよ。痒くてひどいんですけどって場合、普通のアレルギーの目薬、これは大して問題ないです。でも、もしあなたが出されたお薬がステロイドというタイプの目薬だったら、ちょっと注意してください。ステロイドというものはどうしても副作用がある程度起きやすい。その代わり効果も高いんですよ。だから、眼科の先生、耳鼻科の先生、いろんな先生が、これ効きいいんだよねって言ってバッと出す。たまにですね、それによって、眼圧、目の硬さが上がっちゃうことがあります。通常目の硬さ、よく眼科で顎乗せて空気がブシュって出るやつ。あれ10から20というのが正常なんですけど、ステロイドを使ってるともう30、40とかになって、緑内障、眼圧が上がって見えなくなる、失明に至ることもあります。なので、ステロイドを出された場合は、これ出してりゃいいんでしょって言っていかないんではなくて、ステロイドの目薬をもらったら、1、2ヶ月以内には眼科できちんとチェックしてもらった方がいいです。また、軟膏もそうですね。目の周りにステロイドの軟膏を使うことが、アトピーとか、いろんなことであります。そうやって使ってしまうと、使うのが悪いんじゃなくて、きちんとフォローしないと緑内障になりやすい。また、白内障にもなりやすいので、注意が必要となります。だからこそ、毎日目をかかないような生活をしていただいた方がいいですし、目をかくことのメリットはほとんどないです。たまに心配されることとして、目をかくと圧力上がるのかなっていう質問もよく受けるんですよ。なので、ちょっと実験してみたので、見てみてください。眼科医の平松です。今日は眼圧測ってみたチャレンジとして、目をかいてみたっていうことをやってみようと思います。では、眼圧測ってみようと思います。今のやる前の眼圧が右が 13.7、左が16ってところですね。16って言っても18の時ちょっと力入ったかもしれないので、15から
16くらいの間くらいかなっていうのがなんとなく今の計測受けた感じの私のイメージですね。患者さんだとそこまでわかんないと思いますけど、自分だとそこら辺までわかるかなって感じです。では早速目を描いていこうと思います。もうこれはあくまで、私がやるだけで皆さんはやらないでください。で、しっかりと今回は描こうと思いますね。なので、ちょっとだけではなくてしっかりとかゆいって感じの描き方します。ということで目が測ってみます。目を描いてみての眼圧が右が14、左が 15.7 ってことで、目描くこと自体では眼圧はあんまり上がらないかなっていうのが正直な印象です。じゃあ目描いていいかっていうとそういうわけじゃないので、それは後で解説します。ということで、これ場所変わっての撮影なんですけど、目を描いて眼圧が上がるかっていうのをやってみたわけですけども、やる前が右が 13.7、左が 16.0、結構左右差あるなということなんですけど、で、もって右がやってみて 14.0、左が 15.7 なんで、ほぼ変わらないですね。1も差はないって感じなので、目描いても眼圧って上がらないっていうふうに思っていただいていいと思います。じゃあ、実際の経験上やデータ上どうなのかっていうことをちょっと追加で補足でお話ししようと思います。経験上はですね、実はですね、目押すと、押してる間眼圧上がるんですよ。押してる間上がるんですけど、結構長く押すと逆にその後眼圧下がるんですよ。っていうのはあるんですね。実際、昔ですね、手術とかするときって、しばらく目を押してて、そこから手術したって時あるんですよ。眼圧を下げとく方が手術やりやすいっていうのがあったので、特に白内障手術とか昔はそういう風にしてたんですね。なんで、じゃあ押すと、その時は眼圧上がるのはわかるじゃないですか。眼球を押すんで眼球がガッてなると。その後下がるのはなんでかっていうと、グーってなってる間って、本来産生される房水って言ってお水が眼圧高いからあんまり作らないようにしようって、人間が自動修復してくれるわけですよね。だからあんまり水出てこない。でもって圧力をふわっとなくしてあげれば、あんまり水が出てないから、水が少ないからその間眼圧は下がるってこと。だから一時的にだけ眼圧を下げるには効果的ですけど、その分、その前にすごい押さなきゃいけないので、トータルで言うとどちらかというと眼圧は高い時間の方が長いっていうイメージを持っていただけるといいかなっていうふうに思います。だから我々医療の現場で、さっき言ったように昔の白内障手術前とか、あとはですね、本当に激しい目の出血する病気の方とか、手術中にそういう風になる方っていうのもゼロではないんですね。そういう場合は、むしろ押してもらって、で、とかこちらで押して、もう出血止めるとかっていう風にする作業のために、そういう風に押すっていう作業をすることはあります。でも、絶対やらないでください。絶対やらないでください。こっちでやるってことっていう風に思ってください。あとはですね、トラベクレクトミー、緑内障の手術後にですね、まっすぐじゃないですけどね、斜めから押してもらって、水の流れを良くするっていうことをすることはありますね。ブレブのマッサージとかっていう表現するんですけど、それは医師の指示に従ってであって、勝手にやるもんではないというふうに思っていただければと思います。じゃあ、眼圧上がらないから目を描くのは問題ないのかっていうと、それは違うんですね。目を描くことによって、白内障も引き起こせますし、目の神経のダメージも受けますし、網膜もダメージを受けますし、いろんな悪いことっていうのはたくさんあるわけなので、眼圧を上げないってだけなので、ちょっとそこはよく注意してください。今後いろいろ、私自身がチャレンジしていくことってありますけども、例えば、じゃあ、今やんないですけど、糖分たくさん取ったって言われると、多分眼圧その場では上がらないんですけど、でもそれって血糖値上がっちゃって、他の問題が生じますよね。だから、あくまで眼圧っていう視点だけで見てるっていうのは注意していただければなと思います。でもって今回は目描いてあんまり眼圧変わらなかったわけですけど、これはあくまで私一人の経験なわけなので、100人、1000人ってやってみると、ちょっと違うデータが出てくる可能性はあることは、ちょっとご了承いただいた方がいいかなと思います。ということと、決して目を描くことを推奨しているわけではなくて、特にですね、アレルギーとか、ちょっと気になっちゃって、目薬さした後、ついつい描いちゃって、そのことを気に病みすぎて、なんていうかな、眼圧上がっちゃったかもって心配しすぎる方がいるので、書いちゃダメですよ。書いちゃダメなんですけれども、そんなことで日常生活嫌な気持ちになったりとか、毎日、なんていうかな、過ごしにくくなったら嫌じゃないですか。それを知ってもらいたくてやってるだけであって、目を描くことを推奨してはいないってことはちょっと重々理解していただきたいなっていうふうに思います。今日は目を描いてみて眼圧はどうなるかっていうことについての結果をお話ししました。ということで、目を描いたからといって圧力はそんなに上がらないと思います。もちろん、描いてる瞬間は圧力が上がるっていう研究があるんで、あんまりいいことじゃないですよ。いいことじゃないんですけども、圧力の上昇に関してはそこまで心配しなくていいのかなっていうのが、この実験からもわかるわけですね。ということで、目を毎日描き続けていると、白内障、網膜剥離、そして円錐角膜。で、場合によっては感染症も引き起こしてしまうので、注意をしてください。
また、ステロイドのお薬を使っている場合は、白内障、緑内障など怖い病気が出やすいので、きちんと眼科でフォローを受けるってことを頭に入れていただければと思います。今日の動画が参考になったなって場合は高評価ボタンとか、あとはチャンネル登録とか押していただけると幸いです。よろしくお願いします。